に仕込んだ。今度はどうだ。本命っぽい。マジっすか。本命っぽい。お腹いっぱい食べたので、それでは霞ヶ浦に向かっていきましょう。久しぶりのジムに五箇から圏央道に乗って筑波ジャンクションを経由し、常磐道の千代田石岡から霞ヶ浦へ。料金は1630円でした。荷物を担ぎながら護岸を降りたら釣りの準備をしていきましょよし、ここでやっていきましょう。よし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 、完成。正面21尺。ちょっと高低差があったので霞ヶ浦の美味しい水を先に確保。団子、この時期に団子、あ、結構持ちますね。持つ感じですね。ありがとうございます。う。今日案内をしてくれた坂本さん、霞ヶ浦に通っている中で去年から調子がいいという餌でやってみます。100、新カも100、念力をすり切りいっぱい。隣の菅沼さんについさっき釣れた魚を見せていただきました。発見ですね。太鼓すごいですね。ここで釣れましたか。出ましたか。よし、これで釣り座に座っていきましょう。いや、餌、竿は21尺の飛び作りにしましょう。重りは長いし風も強いので 1.5 号にしましょう。もちろんこの重りも若干潰してあります。本当に若干ですけどね。もっと潰そうかな。先に念力が入っているので先に混ぜておきました。ここに水を100、水が100、ぐるぐるぐる、団子餌ぐるぐる、シャバシャバでもいいからぐるぐる。よし、給水。針は道糸2号なのでギガリフトですね。ギガリフトの11でいくかな。ギガリフトの11、いや、11でいいや。ちなみに道糸2号の仕掛けのこのケースに21尺は入ってなかったので、今日現場で作りました。仕掛けはリスは20の30かな。ではでは爆風の中13時2分1投目をスタート。車検で車を預けてからの出発だったので1分でも早く竿を出したい気持ちでしたが、ようやくです。しかも夕方動き出すかなと思っていたら12時過ぎにヘラブナが釣れたという。いよいよ春めいてきましたね。浮きは太さ 2.5mm の極太パイプトップの浮きなのでよーく見えます。18尺で水深がだいたい1本くらいでしょうか。よーく見えます。竿が魚かけたみたいに分かりますよねうわ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 、あっちの方で土煙なのかな、あれ。すごい。土煙、水しぶき、わかりませんが竜巻みたいな風か。今落ち着いたかな。今落ち着いたかな。いや、恐ろしい土ぼこり。こんな高級品だと使ってダイエットをしてるんです。ダイエットをしてるので食べれないって言っても知りたい方はおっしゃってください。
ただきます。そんな食事シーンの映像を撮りながら竿から手を離しています。もちろん撮影に集中しているので浮きは見ていません。まだ釣りを開始してから4投目で開始から22分しか経っていませんが、浮きがもう入っていきました。利根川はまだ気づいて、やっと合わせました。おお、松田さん。よいしょ。でっけえな。釣りを開始してから23分丸ごとイチゴを食べていたら浮き持ってってました。マブナさん、腹ちょっと心なしかパンパンじゃないですか。ふっくらしてますよ。デカマブさんだけど測っちゃおう。霞ヶ浦のマブナさん35のマーブが持ってってた。どんなあたりだったのか映像をもう一度リプレイでどうぞ。マブナさんありがとう。投げようと思い竿を上げて餌を手放して、やばい、これはもしや。利根川はとってもいい匂いのするペレ通りの団子とも仲良しです。顔に当たっても冷静な心でいましょう。というか正直それほど気にしてませんけどね。浮きがちょっと出過ぎているようにも見えますが、風のせいで流れが出てしまったのか、はたまたもともと流れているのか、じりじりと左側に押されているので、あえて浮きを出し気味に調整しています。少し待てばこんな感じで2メモリちょいのいい感じになります。前回の動画から春の間は不定期更新にすると宣言させていただきましたが、実は 2,3 年前から考えてはいたんですよね。動画を長くご視聴いただいている方の中にはそんなことを言ってたなとか覚えてくれている方もいるかもしれませんが、いまいち踏ん切りがつきませんでしたけど、引き続き楽しい動画をお届けできるよう精進します。なんかまたマブっぽい気がします弾頭棒だ弾頭棒だ。本当は竿を上に上げたいんですが、後ろからの風で竿が押し返されてしまうので、めちゃくちゃ負担が竿にもかかってるし、魚を上げにくい。月光強しとかなら竿の重さがあっていいんですけど、古い竿とはいえ飛び作りは結構軽めの竿ですからね。自由が利きません。なんとかネットイン。ちゃんとした弾頭棒をするの初めてかもしれません。対抗すごいな。いやー、一節ずっと入って食ってた。ありがとう。ここまで釣りを開始してから1時間ちょいが経過していますが、少し浮きの動きが止まってしまいました。めちゃくちゃ荒れてる。うわー、恐ろしい。投げられない。わあ、かっこいいの来ましたね。
いいですね、綺麗ですね。おお、うん、厚みもありますね。ありますね。ああ、素晴らしい。おお、おお、でも41が38あるんですね。385、385ある。いい。おめでとうございます。嬉しいですね。これがあるからやめられないですよね。このだだっ広い霞ヶ浦でその時期だったりタイミングによってヘラブナが釣れるんだから不思議ですよね。寒くても釣れるからやっちゃいますよ。って話はさておき、なんだかお腹が痛くなってきました。お昼に食べた大正軒の担々つけ麺が反逆を起こしているのかもしれません。現在の時刻は16時を回ったところなので、これからがど本命の夕間詰めなのに本物っぽいですね。偽物ですね。弾頭棒か。弾頭棒だ。本物っぽく見えたのに。上がるまでわからない。今回は弾頭棒食ってた。ありがとう。対抗あるんだけどな。本命は来るのでしょうか。今坂本さんのあの辺でもじったらしいです。もじったらしいですというか、波紋は私も見えました。ちょっと映像には収められなかったですが、いやチャンス。4時を過ぎたところでお腹がとても痛くなってきてしまったので、ファミリーマート、近くのファミリーマートに逃げてきました。カグラって買って残りのまだできると思うんで頑張りましょう。コンビニから帰ってきて床休め後の一投、浮きが動くかと思ったら動かず、一旦回収してその次の一投がこの映像です。ああ、チュルンだった。食っててくるっと回ってました。あ、お作りになっちゃってたんですね。おお、いいですね。本命ですね。綺麗。綺麗、美しい。おめでとうございます。お帰りいただいて、私の食ってもらって。菅沼さんがやってたところに場所移動。いまいち浮きに動きがないので釣り台を持って場所を移動します。夜の戦いに備えて、あれ、指がつってる。夜の戦いに備えて UV ライト、こうやってセットするのです。 UV ライトをなんかのライトホルダーでかまして、三脚のやつで、ここで使ってる自在に角度を変えられるやつで、この万力 UV ライト。動画としての夜釣りは避けていましたが、霞ヶ浦は海の扱いになるので、今回はこのまま突入してみます。なんせ道路も混んでますし釣りたい。ただ夜の釣りに慣れていない方は道具がどこにあるのか分かりにくいし、竿掛けの先枕に乗せるのも苦労するし、一挙一動戸惑いますから推奨はしません。いわゆる利根川は特殊な訓練を積んでいますっていうやつですね。どっちだどっちだ。もう弾頭棒やめてくれよ。弾頭棒やめてくれよ。ヘラブナ来てくれよ。弾頭棒か。弾頭棒。まあでもこれが来てヘラブナも来るんですよ。いやでも
かけて竿を曲げてて苦じゃないのがもう何よりいいです。さっきまでもうかけた後もう風でこうなってたじゃないですか。弾頭棒ちゃんが食ってました。ありがとう。匂いは強烈。まだ UV ライトはつけていませんが、浮きがギリギリ見えるくらいの明るさに噛んだな。ギリギリ見えるくらいの明るさになってきました。これはどうだ。ついに飴玉になっちゃった。飴玉になっちゃった。まあまだこれからです。飴玉。いやー、そうですね、そこそこの切り身じゃないですけどエキスがちゃんといいサイズの飴玉さんが来ました。ちゃんといいサイズだし、これずいぶん腹パンだな。ぼってり。おあ、坂本さん抜けた。飴玉さんでした。いやでもなんかこの暗くなってく中浮きだけこの見える感じってめちゃくちゃワクワクしますよね。だいぶ日が伸びたので18時ちょっと前、 UV ライトのスイッチをオン。風はまだまだ止む気配はありません。辛い。でもこの時間になって風止まないの珍しいですね。もうちょっとなんですね。まあでも確かに風強い時は強いか。消し込んだ。消し込んだけどちょっと怪しいぞ。ほらやっぱり怪しい動きだ。ヌメヌメしてるぞ。USA ですね。いや違う、弾頭棒か。ヌメヌメしてると思ったら弾頭棒か。いや弾頭棒っすよ。弾頭さん。いややっぱ弾頭棒って形紛らわしいですよ。弾頭棒がどんどんサイズアップしています。弾頭棒がサイズアップしています。よいしょ、食ってたよ。ありがとうよ。 UV ライトをつけると浮きは夕方よりもかえって見やすいです。これが短い竿だと UV ライトの反射が強すぎて目が疲れてくるので一長一短ではございますが、21尺のまま通しているのでいい感じです。それではこの1頭も浮きが動きますので皆様ご清聴ください。ご清聴じゃ耳か、皆様ご視聴くださいですね。今度はどうだ。これはどうだ。なんか飴玉っぽくない感じでしたよね。本命っぽい感じでしたよね。弾頭棒とも違うような。弾頭棒か。どっちだ。いやつけなくて大丈夫です。ヘラブナっぽい。いやあれヘラブナっぽい。本命っぽい。本命っぽい。
あー、お、でも本命かな船は船です。これ本命だな。34.5 のヘラブナさん、これはヘラブナさんでしょう。34.5 サイズじゃない。やったね、ありがとうございます。やったヘラブナさんだ。よいしょよいしょ。よっこらせのありがとう。次。おお、坂本さん本命ゲット。ここらで利根川は車の中にこもって1本前に公開した動画のプレミア公開へスマホからチャットに参加していましこっちはた。魚にライトが当たってないからいいか。まあでも本命ですね。シルエットが見えますでも18はぱったりですね。今のところ動いてはなんかさっき魚気があるかなって思ったぐらいで。吐き出し系ってやっぱ流れあるんじゃないですか。当たってたな。雨ただ船だ。船じゃんやった、船で終えた。20時52分船で終えた。すっげえ暑いですね。唇がやっぱあれだな。いや、なんだって嬉しいや。最後の最後で来てくれたら36かな。船。でも対抗があるというか、腹は大きくなってますね。よいしょ。どっこいせ。ありがとう。ピントが内側に逃げてった。ありがとう。最後の最後にありがとう。撤収は9時を回ってしまいましたが、久しぶりの霞ヶ浦楽しかったです。22.5 尺を振る坂本さんは今日噂の団子でヘラブナを6枚釣っていたので、竿は長めの方が良かったかも。いや、腕か。でも前回の動画に続いて連続でヘラブナを仕留められたので、利根川は満足です。そろそろ釣りがしたくなっちゃった方、評価ボタンをポチリと押していってください。霞ヶ浦の周りは狭い道が多いので怖い。家に着いた。走行距離は181キロ。行きは圏央道高速を使いましたが、帰りは下道で帰ってきました。疲れた。春の間は不定期更新になりますので、動画を見逃さないようチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。